新婚旅行を戻ってきたら席がなかったんですよ。建築のデザインだったり設計だったりがまあ本業ではあるけど、街を作るのが目標です。安田さん、はい。インスタでフォロワー5万人いたりだったり、いろいろやってるじゃないですか。はい。何者なんですかっていうところ。何者なんですか。ちょっと、一旦、YouTube 撮り始めたんですけど、そこちゃんとケリつけておかないと喋りにくいんじゃないのかなと思いまして。確かにそうですね。はい、何かわからんもんね。そうですよ。なんかすごいの作ってる人ぐらいでとどまってると思ってるんで、そこをちょっと聞かせてくださいという動画になっております。どうぞ。どうぞどうぞ。わかりました。まずそもそも今建築デザインとかその辺ですもんね。そこをもうめっちゃやってるって感じ。そこは合ってますよ。大丈夫ですよね。メインが建築のデザインだったり設計だったりが本業ではあるけど、こういう空間とかも好きなんで、ヴィンテージコレクターだったり、インテリアコーディネートもするし、アートの選定とか外交のデザインとかいろいろですね。なるほど。こういう空間を作るとか建築だったりとかいろいろやってると思うんですけど、そのなんで今この仕事をしてるというか、何があって建築と出会いがあって今こうなってるのかみたいな。きっかけっていうか一個のでかいターニングポイントは、うちの親父が自宅で設計事務所を構えてて、その時っていうか親父は一人で事務所として設計書をやってたのを見てました、子供の時で。自分もそれの影響もあるかもしれんけど、デザインとか絵が描くの好きだったり物作るの好きで、幼少期過ごしてきたけど、いざ進路とか職業を考えるタイミングが高校生とか大学入る時のタイミングで考えた時に、やっぱ思春期あるあるだと思うんけど、男って結構親父を意識するところあるじゃん。確かに。同じ職業をやりたくないプライドもその時あって、親父みたいになりたくない症候群みたいな。そうよくあるやつね。こじらせのやつ。こじらせるやつね。自分はでもものづくりが好きだったからデザイン系のことはしたくて、でその時に考えてたのは家電系のパナソニックとかソニーとかが結構隆盛を極めてて、最先端企業みたいな。でそういうところで工業デザインとか家電のデザインだったりっていうのをしたいなと思ってて、そういうことを思ってるんだよっていうのを親父に喋ったタイミングがあって、その話の流れで、せっかくものづくりが好きで作りたいものがあるんだったら、世の中で一番大きいもので一番長く使う建築をやったらどうやって言われて、確かにみたいな。そこでもう折れたんですね。もうそれがズバーンってきて、確かにどうせやるならでかいもの作りてえなとか、長く残るものがいいなとか、人に使われて感謝されるものがいいなっていうのがその時の言葉でめちゃめちゃ覚えてて、今もやっぱそうだなみたいな感じで、じゃあ建築やりたいってなって、そこから大学が建築系の学科に進むんですけど、それから建築を学び出したっていうところが一番のターニングポイントかな。そこから建築をやり始めて、でも建築やりたいみたいな人いっぱいいると思うんですけど、僕が思うに、こうはならんと。こうはならん多分どういうのがあってこうなったのかっていう。どういうのか、難しいですけど、別に普通に生きてきてたまたまこうなってるっていう感じではあるけど、小さい時からいろんなものに興味があって、かっこいいものとか自分の中で好きなものって結構はっきりしてたと思ってて、子供の時からクラシックカーとか古い車とか、そういうデザイン的なオブジェクトが好きで、機械系が好きで、メカっぽいのも好きで、さっきも話したけどアニメとか SF とか映画とか、読書もしたし、そういうのでこういういろんな世界観に触れてきて、映像でもそうだし、そういうのの蓄積で自分の中のかっこいいものの指標が多分できている気がしてて、それがシンプルなものも好きですけど、どっちかというとカオスな感じっていうか。カオスな感じ。無秩序だけどどっか整理されてるとか、法則性があるようでないみたいなとか、普通のものがあんま好きじゃないって感じかな。何か
違っててほしいみたいな。そうなんかみんなが好きなもの別に欲しくないみたいな。ああおったそういうやつ。まあおるよね。はい。まあそれを別にパフォーマンスでやってるわけじゃなくて人と違うものが欲しいみたいなのは昔からあったかもしれないです。なるほど、じゃあ本当に建築の業界に進む過程でも、人と違うことやってったらほんまに変わっちゃったみたいな。そうだね。多分王道のことはしてない気がしてて、なんかどっちかというと別に自分はエリートじゃないし超有名な設計事務所に勤めてそこで修行してなんかその系列で独立してやってるような人たちとはちょっと違って、そこまでその新卒で建築会社に入った時はそんなに多分建築がめっちゃ好きかって言われたら好きじゃなかった気がする。その段階ではそんなまだ好きではなかったんですか？ものづくりは好きだったけど建築にそこまで当時からのめり込んでたかって言われたらそうじゃないとは思ってて、仕事をやっていくうちでなんか建築クソ面白いなみたいな、奥深いなみたいな感じで超難しい問題解いてるみたいな。で簡単にこう解ける問題とかできるものじゃないし一人でやれるもんじゃないからチーム感もあるし、そうやってみんなで作っていくようなビジネスモデルだなっていうのは感じてて、そこからいろんな建築を見るようになって、で何がすごいのか何がかっこいいのかっていうところを自分で吸収していって、で自分が結局何やりたいかって考えた時に子供の時から思ってた街づくりしたいなっていうのを、最終目標に掲げてて、そのためには一個一個優れた建築をできるようになってないと話にならんなと思ったから、いろんな、住宅とか別荘以外の店舗とか公共施設とかショップとか、いろんなものを手掛けている最中って感じです。という最中というと、はい。それはなんか本当にこう徐々にこうなんか面白いな面白いな面白いなっていったのか、なんかそれともなんかこう建築にはまる瞬間みたいなバチンってあったのか、どっちなんですか？いや徐々にだね。徐々になんですね。なんかこの辺にある全部ヴィンテージもそうですけど、一個どっかのきっかけで興味を持ち出すタイミングがあって、それって別にそこまでこれ欲しいなみたいなとかこれかっこいいなっていうタイミングではないんだけど、一個のきっかけでたまたま出会った人がこれを勧めてくれたとか、本で読んだこれがかっこいいなと思ったとか、行ったところでたまたま売ってるもので、話してみたら面白いストーリーがあったっていうきっかけの一個から結構自分は深掘りするタイプで、のめり込むと結構いろんなところをめっちゃ調べたり行ったり話聞いたりとかしがちで、それがいろんなベクトルがあるって感じ。それをいろんな知識入れたりいろんな人と喋ることによってデザインにフィードバックしてて、それをアウトプットしてるような流れなのかなって自分で分析すると思うかな。なるほど。最近は何にのめり込んでるんですか？最近は壺ですね。壺と岩。壺と岩。一旦話戻しましょうか。なんかこうじゃあ建築を始めてって、今こう結果的にこういろんな建築事務所とかを経て独立してるわけじゃないですか。独立したきっかけみたいなのって？独立したきっかけは、そもそも建築系に進んだから最終的には自分で独立してやりたいなっていうのは、昔からあったけど、そのためにいろんな事務所をなんか住宅だけやってるとこもあるし、マンションだけやってるとこもあるし、商業施設やってるとこもあるしっていろんなジャンルごと、会社がいろいろ違うものをやってるんだけど、1個の例えば家しかやってませんってなると、最終的に自分がやった時に家しかできなくなるなっていうのもあったから、3つぐらい会社は渡ってると思います。でそれが一番最初はマンションとかでかいものを作る、組織事務所で、何十人かの体制で何拠点かある事務所で働いてて、そこのタイミングで、自分結婚したんですけど、そのタイミングがちょうどリーマンショックとかぶってて、結婚式やって新婚旅行を戻ってきたら席がなかったんですよ。あれ席ないなみたいな。あれってなって、で、先輩とかに聞いたら、なんか席ちょっと変わったよみたいな、移動したよみたいな、あっちの部署になったよみたいになってて、そうなんですかっつって、で向こうの違う部署行ったら、
なんかちょっと社長が呼んでるんでとか言って社長室行って、で社長から安田くんちはお父さんが設計事務所やってるから大丈夫だよねみたいに言われて、何がっすかみたいなやっぱりリーマンショックで結構仕事がなくて会社苦しいから若手っていうかまあリストラせざるを得んくてみたいな話で、後ほど若手全員切られるんですけど、何十人か。まあ、それの初っ端に僕呼ばれて、一発目だったんですね。一発目で、はい、でずっとまあ将来的に長い間いるつもりはなかったし、まあ、違う業種の設計も学びたいなと思ってたから、分かりましたっつって、いいですよっつって辞めて、でその年に一級建築士取るみたいな。で、まあ、一級建築士取ったから、その当時ネットの SEO で一番上位に上がってくる設計事務所に行きたいなと思って、やっぱ豪邸とかかっこいい設計をやってる事務所だったから、俺1級取ったから入れてくれよって言って入って、でそこで 2,3 年働くわけですけど、まあ、そこでのデザインを学んだのがまあ自分の礎になってる部分もあるし、そこが一種の修行時代かなとは思いますね。そこがあって、そこでまあ 2,3 年修行して、独立みたいなんですか。そう、まあ 2,3 年もうちょっと長くいるつもりだったけど、その環境が打ちっぱなしの建物の地下で日が当たらない場所で、はい、署員は4名ぐらいいたんだけど、まあ、日中黙々と一言も喋らず図面を描くっていう、なんか囚人みたいな生活しててマシンみたいなそうマシンみたいなところで働いてて、まあでも作るものはすごいんだけど、ちょっと働き方とかがなんか自分の感じと合ってないっていうか、できるスキルは上がるんだけど、なんか人と喋れる能力が欠落していくようなイメージがあって、まあそのタイミングもあったし、すごいなんかバイト代みたいな安月給で働いてるから家族を養っていくっていうところもあって、まあ、ちょっと違う会社に、まあ、スキルチェンジするためにも変わったっていうのがあって、次はまあデザイン的な工務店で現場とか現場監督もしたし、積算とか見積もりもしたし、営業もして、まあ、自分で物件取って設計やって、で現場管理やって金額も合わせてアフターフォローまで全部やるっていうのをたまたまやれる会社で、まあ、そこも起業を手伝った部分もあったから、まあ、自分でこう独立してやってるような感じのイメージで働いてて、まあ、その流れで自分がやりたいことと、まあ、会社が目指す方向がちょっとずれてったから、自分で独立しようっていうふうに思った感じかな。それが何年前ぐらいですか、独立が。それが8年前ぐらいですね。8年で8年間でここに至ると。はいはい、まあ、実際こう独立してからの話になるんですけど、それこそどういうものを手がけてきたとか、シンプルにこういうのをよく作るなとかなんかあったりしますか？今はやっぱ住宅の作品事例を見ていただいて、まあ、その流れでホテルライクだったりリゾートライクな住宅を作ってくださいっていうオーダーとか依頼は多いけど、別荘系も増えてきたし、一部ホテルの話もちょろちょろっといただいてて、まあ、数年スパンになるやつが多いですけど、まあ、そういうのもやってます。で過去には、まあ、カフェとか美容院とかスポーツジムとか、まあ、そういう店舗系ももちろんやってるし、博物館系、まあ、公共施設で市町村の長と打ち合わせしながら博物館作ったこともあるし、あとまあアーティストとコラボしてゲストハウス作るとか、まあ、そういう結構多岐にわたるジャンルをやってる感じですね。それこそあれですもんね、ホテルライクとか、ここ数年結構流行ってますもんね。そうだね、ホテルライクを多分全面的にやりだしたのは多分自分が一番初めな感じはしてて、まあ、よく言われるんですけどはい、まあ、そういうなんか当時今流行ってるようなテイストがあんまなくて、でもまあお客さんからはホテルで暮らしてるような非日常的な空間とか、まあ、すっきりとしたモダンな暮らし方とか、ちょっとインテリが住むような家みたいなのを目指して設計してほしいですっていうオーダーをいただいて、
自分がデザインしたものが、そういうような形で出来上がって写真とか撮影して、インスタとかに上げると結構それがバズったりとかして、で、このテイストとかこの家がイコールホテルライクみたいな感じの家があるんですけど、そこから、そういうものを作ってほしいみたいなオーダーも増えたし、建築業界で知り合い結構いっぱいいるし、後輩とか、先輩とか、自分自分でやってる人もいるし、ハウスメーカーとか勤めてる人もいっぱいいるんだけど、でも自分のインスタの写真とかを見せてもらって、こういう感じの家作ってくださいみたいな話を結構言われますって、いろんな多方面からいただくんで、そういう感じなんだっていうのは、自分では分かんないけど、そういう話を周りから聞くとそういう風になってるんだなみたいなのは感じてます。ホテルライクの生みの親なわけですね。生んだかどうかは分からんけど流行らせたとか、ブームにした感はあるかもしれない。すごいすごいたまたまそれこそじゃあなんか、そう仕事以外だったりとか、ここも映ってるだけでも、明らかにおかしいものがいっぱい置いてあるわけじゃないですか。自分はおかしいと思ってる事務所にあるそんなみたいな映ってるだけでもあって、前回の動画もそうですけど、それはなんかその創作のなんかレベルを上げるなのか、感性を磨くなのかわかんないですけど、なんかそれ以外でなんかそういうのを含めてどういうことやってることが多いんですか？その仕事外で。仕事をほぼ軸で生きてますっていうのは大前提で、あんま別に休みとか欲しいとかっていう考えじゃないから、なんか仕事と遊びの境界線とかプライベートの境界線をなるべくなくして、常に仕事だけど常にプライベートだけみたいな、とか常にいいものを探してていいものをアウトプットしていくみたいな、なんかボーダーレスな感じがいいなっていう風なことを考えて今暮らしてたりしますし、出張行った先で出会う新しい人たちとか新しい店とか新しいものって結構いろんなところにチャンスあるし、狙ってそれを出会う時よりかは偶然、引き寄せじゃないけど、たまたまそこで会った人がこういうものを持ってるとか、こういう人とつながってるとか、こういう話いただくとか、そういう偶然の積み重ねで成り立ってるんじゃないかなと思います。いいっすね。なんか引き寄せの法則とか喋り出したらまたおもろそうですね。自分の考えは一個あるけど、そうだね。なんか思ってたことが結構具現化するなとかはなんか実感であって、ただそれはなんか言葉に発することによって、周りがそういう風に見てくれるっていうのもあるし、自分の中でそういうアンテナが立つっていうのもあるし、なんかやりたいことを見つけることによって、それに沿って流れが向かっていくっていうのは結構今でも感じてるし、全部それが積み重ねでここまで来てる感はあるかな。じゃあそれこそじゃあこれからやっていきたいこととか、なんかこういう人にこうしたいとか、そういうのって今現状であったりするんですか？こういう人にっていうか、なんかやりたいことは山ほどあるんで、何でもやりたいって感じです。何でもやりたい、一番困るな。いや、なんかそのデザインって無限にあるじゃん。はい、なんか建築って建物を建てるだけが建築じゃなくて、その中の家具とか内装とか、それこそ暮らしの演出とかもそうだし、外側の外観とか外交とか周りもそうだけど、それを派生して暮らしとか環境とか全部に影響を与えれる、なんか一番でかいビジネスっていうかものかなって捉えてて、そうすると全部やりたいからそれやってるっていう風な感じで帰結する部分があって、で建築だけで捉えたらそうだけど、それの拡大解釈した時に街っていうでかいフィールドがあると思ってるから、結果何でもやりたいって感じです。いずれは街を作りたいみたいな。街作るためにローブシティ作ってます。なるほど。ローブシティのシティは街っていうのを分かりやすく示しているもので、ローブっていうのは前の動画でも話したけど、人を一番外側で包んでいるもので、ローブみたいに居心地のいい家とか建築を作りたい、それが集まったものがローブシティみたいな概念で会社立ち上げたんで、街を作るのが目標です。じゃあもういずれはローブシティが日本のどこかに、日本じゃないかもしれないけど、あるっていうのが一旦ゴールみたいな。
一旦ゴール、まあ、それをいろいろ広げていったりいろんなところで作るっていうのが目標かな。なるほど、うん、じゃあそこに向けてやっていくしかないって感じですね。じゃあもうそうですね、はい、日々それをやっていっております、はい、っていうところで結構いろいろお聞きしたんですけど、言い残すことはないですか？大丈夫ですか？まあまた質問してください。OK です。わかりました。はい。まあ、こんな感じでね、まだ言うて2本目なんで YouTube。うんうん。ちょっとどんどん YouTube でももっと安田さんの考えだったりとか、それこそなんかまだ伝わりきってないような建築にとどまらないなんかそのアートだったりとか、その辺の話を聞ければいいかなと思ってます。はい。的には。いくらでも喋れます。いくらでも喋ってください。そうですね。じゃああとは視聴者の方々も登録してお待ちくださいと。そうですね。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。はい。言わせました。はい。はい、じゃあということで今日はこんな感じで。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。